皆さんこんにちは、乾物ひものでーす。ということで、2年ぶりの、いや、3年ぶりのですね、ライブ 2D 講座動画を投稿したいと思います。わー、あ、拍手ができない。わー。なんでそんな時間がね、経っちゃったかっていうのは、前回のね、休止の経緯の動画を見ていただきたいなと思います。今日は体あります。ということで、今回はグルーについて解説したいなと思っております。グルーっていうのは、ライブ 2D の機能の一つです。で、これがめちゃくちゃね、便利な機能なので、ちょっと動画でね、がっつり説明したいなと思っております。簡単に本当に何も知らない方に説明すると、グルーっていうのは、海苔です。ここに餅をつきたい干物ちゃんがいます。普通だとね、ひねを離すと、餅は離れてしまいますね。そこで、グルーを使いますと、餅がくっつきます。このように違うアートメッシュ同士、パーツ同士をくっつけることができるのがグルーという風にね、認識していただければいいかなと思います。これね、やってることがめちゃくちゃ簡単なんですよ。今回ね、12パーツしかないんですよ、これ。私のね、モデルとしてはね、とんでもない少なさです。ちなみにね、私の体はですね、1500パーツぐらいあります。イエーイ。っていう感じなので、めちゃくちゃ少ないです。さらに、使ってるのはほとんど回転デフォーマーなんですよ、これ。ワープデフォーマーは体にしか使っていません。で、なんとですね、アートメッシュ、これをですね、一切今回動かしておりません。回転デフォーマーとワープデフォーマーとグルーだけでこの動きを作っております。普通だとめちゃくちゃこう点を打ちまくって複雑に動かさないと難しい動きがすごい簡単になったりだとか、あと普通だったら絶対できないようなことをグルーを使えばできたりだとか、なんかそういうね、工夫次第で無限の可能性があるのがグルーだと思っていただけるといいかなと思います。あとなんかめっちゃ軽いらしいです。そんなね、グルーをですね、今回から数本の動画に分けて、基本の使い方から応用まで余すことなくいっぱい解説しようかなと思っております。イエーイ。今回は基本編でございます。そもそもね、グルー何それみたいな人でも、なるべくね、わかりやすいように噛み砕いて説明したいなと思っております。まず、グルーを使うには、ごくごく一部の例外を除きまして、使いたい部分のアートメッシュ同士が同じ形になっている必要があります。アートメッシュってなんだよってなってしまった初心者さんは、まずね、こっちの動画をね、見ていただければと思います。普通ね、アートメッシュっていうのは1個ずつ作っていて、メッシュの形がバラバラだと思うんですよ。例えば、肘のアートメッシュと、肩のアートメッシュ。これを、例えばグルーで繋げたいなってなってもね、この点々がバラバラです。このままでは糊をつけられない。このね、形をね、綺麗に揃える必要があるんですね、グルーは。なので、ここの使いたい箇所のメッシュを揃える下準備をしなければいけません。下準備をする方法は、このね、グルーで繋げたいアートメッシュ同士をコントロールを押しながら、複数選択します。そして、コントロール E、もしくは、ここにあるメッシュ編集モードボタンをクリックします。で、2つのね、パーツのメッシュ編集がこれで一度にできるようになります。そうしましたら、まずは、グルーを使いたい部分のメッシュをですね、ホームツールとかでですね、わーっと消してしまいます。大胆に、鮮やかに消してしまいます。で、この状態で、頂点の追加ツールとかを使って、改めて頂点を打ちます。そうするとですね、わかるかな皆さん。エッジがですね、なんか抹茶みたいな、黄緑色みたいな色になるんですね。これは、こっちの赤色のアートメッシュ、そしてこっちの薄い緑色のアートメッシュ、両方にメッシュを一気に打てているという状況です。なので、そのまんま、グルーをね、だいたいこの辺が繋がってたら嬉しいなーみたいなね、ところを、範囲を決めながら、今回はこんな感じで、二の腕と前腕を繋げるので、だいたいまあ、肘のこのラインですね。と、上腕のライン1列と前腕のライン1列。で、それを取り囲む周りの列くらい、一旦共通のメッシュにしまおうかなと思います。できましたら、一旦私は自動接続を押しまして、そして、それぞれのパーツの元のメッシュとつなぐ必要があります。元のメッシュはね、こっちのメッシュとこっちのメッシュでね、バラバラなので、こんな感じで、どっちもの共通のメッシュから緑色か赤色、どっちかにつなぐと自動的にこのメッシュだけにエッジがつながります。つないだエッジが自動的にどちらか一方のものになります。
緑色か赤色に色が変わると思います。たら反対も。で、こっちのね、赤色の方がね、今ちょっと消しすぎちゃってるので、そういう時は一旦、この選択編集ツールとかで別のところをクリックすると、選択が解除されます。で、その状態で、こんな感じでもう一度クリックすると、どっちを選ぶかって聞かれるので、肘をクリックと片側だけにアートメッシュ触れるので、こんな感じでね、暇が空きすぎないぐらいの塩梅で、割っていきます。こんな感じかな。できました。これで、このね、重なった部分をクリックすると、両方が選択できます。これで、下準備は完了です。そうしましたら、そのままね、間髪入れずに、グルーで繋いでみましょう。このね、濃い緑色になっている部分を、投げ縄ツール使って、ぐるーっと囲んでしまいます。よいしょ、よいしょ。そして、ここです。バインド。このボタンを押します。よいしょ。これだけなんです。これだけでグルーが適用されました。超簡単です。下準備の方が長かったです。で、この状態で、はい、チェックボタンを押して、メッシュをさせます。これがですね、もうグルーがこれで振られているんですよ。なんか何やらね、繋いだところが赤だったり黄色だったり、あとね、なんか何やら新しい、ちょっと見慣れないオブジェクトが追加されているのがわかると思うんですが、こうなっていたら、グルーは作成が成功しております。これでね、綺麗に動いてればもう実はそれで完成です。ただ、多分そううまくはいかないはずだと思います。例えばね、肩と肘があって、回転でフォームを動かしてみるとやっぱりそうですよね。ちょっとね、こんな感じでね、形が普通は歪んでしまうはずなんですよ。なので、ここで重みの調整というのをしてあげます。はい、先ほど確認したこの何やら見慣れないオブジェクト。ここにグルーっていう名前と、繋いだね、アートメッシュの名前が2連続いているオブジェクトが追加されていると思います。これがグルーの本体です。ライブ 2D やったことある方ならわかるかと思うんですけれども、ライブ 2D はね、デフォーマーなどアートメッシュを動かすための機能もね、それ単体がオブジェクトとして存在しております。なので、グルーもね、そんな感じで、繋げたら繋げただけ、こういうね、グルーのオブジェクトが新しく追加されていきます。で、このグルーオブジェクトをクリックするとですね、グルーをね、繋げたところがね、真っ黄色になっているかと思います。これをですね、こうしたいんですよね。端っこは緑と赤。で、真ん中でこう黄色がバランスよくグラデーションで混ざっている状態にしたいんです。こうするとですね、なんとですね、綺麗に動くんですよね、ある程度。で、この赤、緑、黄色っていう色はどっちのアートメッシュの動きをより多く反映させるかという設定で変わります。それが重みの設定です。もともとね、グルーで繋いでいない状態だとこんな感じの動きをしているんですけれども、この赤側、つまり前腕の動きを優先させるのか、上腕の動きを優先させるのかっていうのを設定で変えられるんですね。デフォルトの状態は両方の動きが半々ずつ反映させられるようになっています。で、この重みの設定を変えるにはね、ここのグルーツールというボタンをクリックします。ここですね。なんだかノリっぽいボタン。ここを押すと重み設定用のブラシが表示されます。で、これね、変形ブラシツールとかと同じように B ボタンを押しながら左右にドラッグすることで大きさを変えることができます。で、これでクリックしていくとですね、だんだん赤色に近づきます。こんな感じで。逆にシフトを押しながらクリックすると緑色に近づいていきます。で、これで真っ赤になっている状態が肘のアートメッシュの動きが 100% 反映されていて、こっちの肩の動きは一切反映されていない状態です。なので、ここの回転デフォームを動かすとこんな感じで根元から動くようになります。こんな感じ。逆に緑 100% にすると今度はもうね、ここまで肩の動きが反映されるので、なので回転デフォーマーを動かすとこんなところから動くようになるんですね。そんで2つの色が混ざれば混ざるほど量も混ざっていきまして、このね、動きが完全に拮抗している状態っていうのが黄色い状態です。それが最初に見せたこの状態です。で、どっちが赤色のアートメッシュで、どっちが緑色のアートメッシュになるか、ここのね、ここの色がどっちが赤でどっちが緑になるかっていうのは、そのアートメッシュを選択すればわかります。
このね、グルーで繋いだアートメッシュを選択すると、グルーで繋いだ部分の頂点が赤くなっていたら赤側のアートメッシュ。で、黄色になっていたら緑のアートメッシュ。そこはね、緑じゃないんかいってね、突っ込みたくなったあなたは正常だと思います。なんで私も緑じゃないのか、ちょっとよくわかっておりません。さらに、細かいオタク語りをすると、このね、どっちのアートメッシュが赤色か緑になるかっていうのは、このね、皆さん覚えてるかわからないんですけれども、グルーでつなげる時の複数選択で、どっちのアートメッシュを先に選択したかで決まります。先に選択した方が赤になります。なので皆さんね、動画を見返していただくと、私ね、準備しますってね、アートメッシュ複数選択した時におそらく肘を先に選択しているんじゃないかなと思います。これはね、実際のモデルにはこのグルーの色とか一切見えないんで、完成モデルには一切関係のない話なんですけれども、こういうね、グルーの色絶対前腕が赤がいいみたいな感じで、グルーのね、色を揃えるとね、ちょっと気持ちよくなるみたいな、豆なタイプの人は覚えておくと作業中気持ちよくなれるかもしれないです。でね、グルーで繋げたばかりのデフォルト状態だと、このね、真っ黄色っていう話をさっきしました。これが今さっきの解説からすると、全ての頂点の重みが拮抗してる状態です。なので、こんな感じでね、動きにメリハリがなく、グルーでね、繋げた部分が全て同じ動きをしているように見えてしまいます。これでうまくいく場合もあるんですけれども、うまくいかなかったら、次のようにしてみましょうという。それが、先ほども見せた赤のアートメッシュに近いところは赤色に。そして、緑のアートメッシュに近いところほど緑色に。真ん中は徐々に黄色になる。というね、グラデーション方式の重み設定です。こうすると、グルーを繋げた範囲内でも動きにね、バリエーションが生まれます。こんな感じで。なので、緑に近い方は動きづらい。赤に近い方は赤と同じ動きをする。黄色の部分は拮抗して動く。みたいなバリエーションが生まれて、より自然なね、動きになりやすくなります。これね、今すんごい単純だからつけてうまくいきましたけど、普通のね、動かさない状態だとね、どのぐらい重み付けをしていいか分かりづらいんですよ。今回ね、餅つきっていう特殊なパラメータしかないんですけど、普通はなんか、肘みたいなパラメータがありますよね。なので、分かりやすいのが、先にね、こういう肘の動きをで置いて、動いている状態から微調整するのがすごくおすすめです。私、いつも変形ブラシとグルー間違えるんだよな。こんな感じ。こうやってね、動かしながら微調整するのがおすすめです。私はね、めちゃくちゃグルー使いまくってるんでやりましたけど、グルーがね、すぐ色が変わっちゃうんですよね。めっちゃ赤になっちゃったみたいな感じで、重みの調整がね、すごい急激で、やりづらいなっていう場合は、ここの重みのパーセンテージをしてね、やってやると簡単です。大まかにやりたいときは、ここの動きをね、大きくするのがおすすめ。で、もうね、グルーの基本的な使い方って本当にこれが全てなんですよ。なので、基本編はもうこの辺で終わりたいなと思っております。今回は多分動画時間がめちゃくちゃ短いはずです。基本編の最後に、これらのね、グルーの使い方が実際にどこで使われているかっていうのを皆さんにお伝えしようかなと思います。代表的なのは体の関節。先ほどもお見せしましたけれども、こういうね、肘の部分とか、あと、このモデルだとそうでもないんですけども、肩とかにもよく使えますね。あと、膝もめっちゃ多いですね。今回はもうこんな状態なんで使わないんですけど、膝もめちゃくちゃ使えます。こういうね、さっきも見せましたけど、普通にね、動かすとこんな感じで、メッシュ同士がずれがちなところ、でもこれをちょっとアートメッシュでこう、わーって繋げるのめっちゃ難しいな、みたいな、そういうところを自動で繋げてくる。という使い方が最もポピュラーであり、基礎的な初心者向けの使い方です。今までね、ここのつなぎ目がね、ずれて困ってたという方はね、ぜひぜひグルーを使ってみていただければ嬉しいです。初級編は以上です。次回からですね、もう少しちょっと応用的な使い方、こんな使い方できるのだ、みたいなのをね、解説していきたいなと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いします。ということで、乾物ひものでした。バイバーイ。触れてる？これ見えてないんだよな。触れてるわ。バイバーイ。ここでお知らせです。乾物ひもののディスコードサーバーを開設しました。イエーイ！参加は誰でも可能です。一番の目玉は講座まとめチャンネルです。これまで乾物ひものが YouTube とか X とかファンボックスなどで公開してきたすべての講座をここでジャンルごとに検索できちゃいます。他にも活動告知、販売アイテム情報などをここ1箇所でチェック可能です。さらに
ファンボックス、パトロン、YouTube メンバー限定の質問チャンネルもあります。いずれかの会員の方はいつでもライブ 2D の質問がし放題です。ぜひ、たくさんの参加お待ちしています。